小さいのでいうとぐい飲み、大きいのでいうとお風呂の浴槽ぐらいまで対応できるように、カンナは揃えてあります。正確に数えたことはないですけど、壁だけじゃなくてこの戸棚とか引き出しの中にもたくさんカンナがあるので、だいたい300ぐらいはあると思います。今こういう状態なんですけど、この上の辺がこっちが高かったりこっちが低かったりまっすぐやったり、まだ切ったまま整ってないんで、この先を今から削って、この勾配に対してこう等しくなるようにカンナで削っていきます。よいしょ。
寸3分1寸5分で、これがこの辺かな、1寸5分で1寸7分だ、上から一番下この辺ですかね、はい、カーブが違いますね。ここでもう形厚みが決まったんで、今このままここ置いとくとピンと当たった時にめくれたりするんで、ちょっと軽く面を取ります。僕らの仕事は見切りがどんだけうまいかみたいなんて、鋭い見切りできるかっていうのが結構腕のとこに関わってくるんちゃうかなと思いますけどね。これで多分いけると思います。
これでもう完全にこう中も密着してますし。一番最初にうちの師匠のところに、最初はアルバイトで来ないかって言われて軽い気持ちで行ったんですけど、京都の桶の、代表的な、お風呂の桶があるんですけど、それを見せていただいた時に僕自身はこんなに綺麗なこんなに美しい桶が世の中にあるんかっていうぐらい衝撃を受けましたし、でそれを自分でも作れるようになってみたいっていうふうに思いました。自分の代からなんで道具は全部自分で揃えたんですけど、最初、自分でやりだした時にぐい飲みの中を削るのに、こういう棒状のカンナがいるんですけど、それでサイズの合うのがなかったので、金槌の柄を穴掘って刃を仕込んで自分で作ったカンナです。結局道具集めでも10年以上かかりましたし、でそれが使えるようになるまでっていうのは、仕事しながら道具の、手入れをしながら、今に至るっていう感じですけど、はい、僕自身はやっぱりそのきっかけで、桶の世界に飛び込むまでは桶屋になるなんて思ってもみなかったですし、人生わからんもんやなっていうのが正直なところですけど、そやけどやっぱりさっきも言ったようにやっぱり衝撃を受けて、なんちゅうかこれできるようになりたいとか目指したいとかっていう、なんていうんでしょうね、こう道が見えた時っていうのはその時やったんかなと思うんで、道が見えればもうそこに向けて邁進するのみっていうか、そういうことなんじゃないかなと思って、今までやってきたっていう感じですかね。はい。わかりました。ありがとうございます。